皆さんこんにちは、こんばんは。はじめまして、ヒーラーの花です。今日もよろしくお願いいたします。温かいコメント、チャンネル登録、高評価ボタンで応援してくださりありがとうございます。今日こちらの動画にたどり着いていただいた方、ご縁に感謝いたします。はい、それでは今週のリーディングしていきたいと思います。今週の運勢をリーディングしていきます。はい、それでは今日は選択肢のカードはこちらに出してありますので、絵柄から選んでいただければと思います。はい、そして今日はタロットで週間リーディングしていきたいと思います。はい、それではアメジストさん、水晶さん、アパタイトさん、直感で選んでみていただければと思います。はい、浄化していきます。はい、仕事、金銭的なところ、人間関係で見ていきたいと思います。それではアメジストさんからリーディングしていきたいと思います。はい、ではアメジストさんの11月6日から12日までのリーディング でございます。はい、お金、間違った、仕事ごめんなさい。はい、景色が、自分の景色が変わる、自分の居場所を見つける、そうですね、重い荷物が、はい、ということで読んでいきたいと思います。そうですね、今週は今まで仕事をしていて寂しさとかね、不安だったりとか、何か足りない時にこういったカード出るんですけども、ちょっと寂しさ、一人で寂しいという方、いらっしゃったかと思うんですけれども、結構こちらのカード、天職に巡り合った時とかも出るんですね。ですので今週はもし寂しさ、孤独、何か抱えていらっしゃった方は、そこから、天職に進む道が見えてくる前兆ですよというふうにも伝えてきてくれています。はい、今までこちらのカードもすごく頑張り屋さんで、重いものを持ちたがるというかね、自分も疲労しているのに、いろんな荷物、いろんなものを持ってまだまだ山を登っていきたいという方が多いように感じますけれども、もうあなた様は実際ご自分のことを考えるだけで精一杯だったのに、考えすぎていったってことに今週気づいていかれますね。はい、考えすぎていたので、周りの目を気にしすぎて、外側に向いている思考だと逆に孤独を感じるんですね。そう、外側に自分自身に心が向いていないと、外側の起こったことで全てのこと心が左右されるので、その時に逆に自分何やってるんだろうっていう寂しさになるんですね。だけれども今週このカードが出ていますので、そうですね、その外側に向いていた仕事をしていて、いつも例えばお客様に何か言われてグッとして苦しい気持ちになっていた方であっても、それは気づきとして受け止めるけれども流せるようになったりとかですね、
そういった主に何か仕事をね、自分がやる仕事じゃなくても背負ってしまっていた方、自分の仕事じゃないんだよなということを表現できたりとかするようになっていきます。というのはこちらのカードが出ていて、人は皆つながっていて、ご自分が、やらなくてはとかやらねばとか仕事に対して思っていた気持ちが逆にお相手様、お仕事関係の方、お客様、また怒られるかもしれないと思うと怒られるというような現象が起きてくることに気づいていかれます。ですので、そうですね、こちらのカード、ご自分がお仕事で辛い状況も自分で作り出しているんだということに気づいていかれます。みんなつながっているので、自分の心が私は大丈夫、私は皆に愛されているということを思いますと、お仕事の関係の方も愛しているという感情で皆さん返してくれるようになっていきます。それがみんなつながっているっていうことになるんですね。ここはちょっと量子力学というスピリチュアルというよりは本当に科学で証明されてるんですけれども、ご自分が外の方とお話ししている時に、例えば買ってほしいと思ったらそういう心が先に届いてしまう。何が何でも買ってほしいとか、逆にそういう感情よりもありがとうありがとうありがとうみたいな先回りしてありがとうという感情を伝えてしまうと本当に買ってくれるというかね、そういう営業職で言ったらそんな感じですね。ですので、お仕事で行くとそういう自分の心が反映されてるっていうのをあまりお仕事の人間関係でねあまり感じなかったかもしれないんですけれども、そういったことを感じるようになる週ということですね。これが分かってきますと、自分が抱えている寂しさ、辛さ、居場所がないなとか感じていたその不安っていうのは全部自分が作り上げていた、ものだと、感じるんですね。例えば仲間がいないというのも感じる時があったかもしれないですけど、孤独だなとかそういう時に出るカードなんですけども、その孤独さえもご自分が無意識下で孤独になろうとしてらっしゃるということなんですね。ちょっとそういう感情っていうのは、人様お相手様対人と接する時に、実はありがとうと言ってても心の中でまたこんな仕事しなくちゃいけないんだっていう感情が出ていたとすれば、そちらの感情が伝わっているということに意識を向けてみてください。そのことによって今週素敵な展開が待っていますというふうに伝えてきてくれていますね。はい、次、それではお金、仕事の流れというか、今人間関係みたいな感じでお話ししたんですけれども、そうですね、重荷を外す、これちょっとお金なんですけど、話しながら仕事の、逆に仕事でいくとパートナーを、契約先が多く見つかる、パートナーができる、重荷を外したことによって自分にスペースができて新しいものが入ってくる。山を登ろうとしなくても自分は大丈夫だと思える感情が寄ってきますと言ってますね。その寂しさ、その寂しさを乗り越えたことによることが豊かさへの一歩と聞こえてきてますね。お金、次いきますね。
お金動いてないですかね。お金ね。そう、結構楽しむのに使ってらっしゃった方もいるのかな。今週は、先週まで結構使っていた方、お金このままじゃ足元がちょっと危ないなみたいに思う展開の週なんですね。ただ、これは今日どのように皆さんに見えてますか。無っていうカードなんですけれども、ここからお金の動きがあまりなかった方、無っていうことはここから生み出せるということでもあるんですね。そう逆に一旦何かを手放したことによってお金が降ってくるということになります。自分が楽しむことでお金を使ったあなた様には楽しんだ分だけ豊かさが来ますよと伝わってきます。ですので、そう使ってちょっと足元すくわれてやばいっていう方もいらっしゃるかもしれないけれども、自分がそれだけ使ったことによって豊かさって入ってくるんだと思っていける心がね、その心に充実感が灯るってことですね。これはお金の流れ入ってくる。楽しむために使ってくださいとは言ってるんですけど、足元すくわれる。ちょっとここなんか違うカードでご旅行とかされた方、しようとして引き落としが迫っているとかね、そういった感じで聞こえてきますね。これから使おうとされている方、不安を感じてらっしゃる方、そういう意味の足元ね。そういう方に向けて、楽しむということに使うこと、存分にエネルギーを楽しむことに使ってくださいって伝ってきますね。そういうことです。そういうこと例えば大きな買い物をした後の週、こう明細を見る週だったりとかね、そういう週ということですね。このないっていう、そうで心がちょっと心配になって足元すくわれるっていうのは、心にこうちょっとそのお金の支払いのことで余裕がなくなったりするんですね。それは多分その現実的にね、金額見てしまうと少しこうあれ大丈夫かなと思うけれども、その楽しんでいる旅行や引っ越し、何でもこう自分の人生に動きが出ているその時に、なんか私自分に言ってるみたいですね。引っ越しも旅行もするんですけど、そういうことにお金を使う時に不安の方向に行っちゃうとやっぱり不安になってしまうので、全て楽しむエネルギーに注いでくださいと。そのことによってさらにお金が入ってくるんですよと伝えてきてくれています。お金使うのって最初のうちね、そういうエネルギーって言われてもというところにいらっしゃると思うんですけれども、こうすぐにねそういう感じをこう取れなくても、このお金さんありがとう、私のところに来てくれてと、これで楽しめたよと。あららららら、これすごいですね。人間関係も今日逆位置取って人間関係いきますね。では、今日このカードがすごい気になったので、たくさんあなたさんも持ってらっしゃる、アメジストさん持ってらっしゃる
だけれどもまだ欲しいまだ欲しいまだ欲しいと思ってらっしゃる。そうどこまでもいろんな周りの方見てるとね、インスタとか見てるとね、この方羨ましいなとか思ったりするかもしれないんですけれども、一旦そういう時は SNS を見るのをやめてくださいというふうに出てますね。はい、そういう人間関係、自分の中で思い描いていた人生のピースがはまっていくと出ていますので、こちら逆位置できましたけれども、素敵な思い出、普通のこととかね、普通の日常、毎日の中に幸せがあると気づき始める。そうだからこれが本当にたくさん持ってるのにこう満たされてない自分が満たされていく週ということですね。はい、人間関係でこれが出てるということは、今までこうちょっと恋愛も気になったので、そう今まで周りの目を意識して自分自身の心のピースがはまってなかった。これ結構恋愛的にこうもっと欲しいもっと欲しいもっと欲しいみたいなのってやっぱりこう相手からの愛だったりね、そういったところも出てると思うんですけれども、あと普通にお友達との人間関係でもこうもっと目立ちたいじゃないけど、もっとこう自分にこう目を向けてほしいというか、無意識化でそれも行ってると出ちゃうんだと思うんですけど、友達とかね、周りの方、周りの、ママ友さんだったりとかにも自分をよく思ってほしいような発言をする関係だったものが自分の心に目を向けてピースがはまっていく週っていうふうに出てますね。自分の心に腑に落ちる出来事がある、ですので恋愛でいけば腑に落ちる、とても愛されていたんだけれども、もっとすぐに会いに来てじゃないですけど、とても愛されている方であってももっと相手から何か欲しい、愛されたい、尽くしてほしいとかね、そんな風に思ってしまいがちだったんですけれども、その結構ここのそのお仕事の人間関係というかね、流れとも一緒なんですけれども、ご自分がその投影しているところ、もっと愛してほしいと思ったらもっと愛して欲しい感情だけが相手に届いているっていうことですよね。ですのでそういったところを今週少し気づいていかれるというかね、そこじゃないんだなっていう、もっと欲しいと思ったら欲しい感情が来ちゃうな、そういう感情で相手が来ちゃうなと、自分の心にピースが腑に落ちることによって人間関係がすごくスムーズになっていくということですね。そうなんか思ってる以上にそのお相手にちょっと求めているところがあった。そうですね、なんかそんな風に聞こえてくるんですよね。こう相手軸っていうかね、お相手様軸だったりとか人間関係がね、そういった風に聞こえてくるんですけれども、アメジストさんはアメジストさん自身の心をねとても満たしていくことで、お相手人間関係そのすごく嫌な思いをされている方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、仕事とかで、私もねたくさんの経験をしてきてるので、心が病むほどというかね、そういうこともあっ
ありますよね本当に。だけれどもそれは自分がより良くなるために訪れてるっていうのはよく言うんですけど、その時は気づかないんですよね。ただ本当にその人にされたとかね思うんですけど、それさえも自分が幸せになって自分の本当の自分を出してくれるようにするための一つのピース、人生の舞台での人生の舞台でのスパイスのような役目なんだということに気づいていかれる。そうで今回この選択肢限界は力なりっていうカードなんですね。なので結構限界が来てらっしゃる、重いものお仕事で持ちすぎている、人間関係もとても持ちすぎている。ただそういう時代というかね、そういうふうに生きてたくさん何か持ってないと、頑張らないととか持ってないとという感覚で生きてきているので、何十年も見ていらっしゃる方が何歳であっても何十年か生きてると思うんですね。その時にやはり自分の中のその心を満たすっていうところになかなかフォーカスいってない方も多いと思うんですけど、そこはこれだって言ってる。そう少しだけ自分の心にね、他人軸ってこれすごくいいカードで、メッセージというかね、他人軸でいると自分の器、心の器っていうのはいつまでたっても砂時計のように下に下がっていって、自分の心を満たしてくれることはないんですね。だけれども、自分の心に花を灯すことによって、落ちていった、そっかと、でも私の心は満たされてるよというふうに思えるようになるんですね。それは恋愛でも人間関係でも、誰かに好かれていなければいけないという感情を今週手放していく、そんな週になると思います。そうすることによって恋愛もね、化学反応の起きるようなというか、自分と真逆のような方と出会って、例えば本当に自分軸で生きてるパートナーが見つかって、それに導かれていくような恋愛がすぐに来ますって伝わってきてますね。はい、ということで、今週は結構もうたくさん持ってるよとかね、重荷を手放してとか、そんな感じの、はい、今週ご縁のある星座さん、双子座さんと、これなんだっけ、いて座さん、いて座さん、いて座さん、そして、今週ご縁のある、これは人間関係全般ですね。はい、これはエイブさん、モンドさんとかね、だったかね。でこちらが Z さん、ゼンさんがご縁がありますということで、いろんな重いものを手放していくような、そうですね、その孤独、逃げないいつもの生活ができていることへの喜びというかね、求めすぎていたんだとか持ちすぎていたんだということを気づくことによって、すごく楽しんで1週間過ごしていけるということでございます。
はい、それではアメジストさんのリーディング以上でございます。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。花でした。はい、それでは水晶さんのリーディングしていきたいと思います。はい、まずはお仕事。11月6日から12日までの週間リーディングですねのお仕事。お疲れで今熟す前。そうですね、お仕事、今少し立ち止まってくださいという声聞こえてらっしゃる方多かったんじゃないですかね。あとこれ家族という、お疲れだったからこそ家族に目を向ける週、そのことによってエネルギーが循環していきますというふうに伝わってきてます。あなた様のそのやってらっしゃる仕事、今熟していき、みんなもう完熟状態でございます。ですので、成績今年度2022年度もう少しで終わりますけれども、すごく成績優秀でトップクラスにいらっしゃって実がなる、もしくは、その見通しが立つといった方もいらっしゃると思いますね。その方向性がもう定まってくるような週になると思います。結構キーになるかなと思います。ただ心の奥底ではすごくお疲れ、頑張った自分っていうのが、一旦お休みしてくださいみたいなカードなんですね、これ。すごく頑張って手に入れたその成果を一旦お休みして、脳を休めてください、瞑想してくださいって言ってるんですね。ぼーっとする時間とかを作って、家族がいらっしゃる、周りにいらっしゃる方は家族と、一緒に旅行したり外食したりコミュニケーションをとっていくことで、エネルギーが回っていきますって聞こえてきてますね。結構温泉行ったりね、海でっていうかね、行ったりとかされることがお仕事にも生かされている。何かいいアドバイスが欲しいときは家族と話し合ったり、家族と過ごしたことからインスピレーションを得ますよということですね。そう、熟すっていう、その熟すのも、ご自分ではそうですね、インターネットとか使ってらっしゃる方、SNS 使っている方であれば、今週がお客様が集中して集客できたりね、そういったように聞こえてきますね。結構この隠れたこの紫の部分が今日気になって、なんていうんですかね、その熟れた果実の中の隣にあるもの、ですので熟れた果実のその仕事の
サブでやってらっしゃる仕事、副業っていう形でもいいんですけど、その副業の方でも成果が出ていきますよって聞こえてきてますね。そう、そのためには今も瞑想されてる方もいらっしゃるかもしれないけど、瞑想がすごくいいですよって伝わってきてるので、熟れた果実をね、さらに売れるっていうかね、もう揉み取るところにいらっしゃると思うので、少し意識してみるといいようです。はい、では次、お金ですね。これもなんか瞑想なんですよね。そう、お金で投影、そっか。次のフェーズに入りますって聞こえてきてるので、今までこうお金の流れ、もっとお金が欲しいと思ってたら、欲しいという現実が届いていて、宇宙にお願い事にというか願望にですので、もうなかなかもうあるとは思えないかもしれないんですけれども、その使う時にこうなんかこれよく言ってるのは、お札が自分の財布に入っていたらありがとう、私のところに来てくれてとかね、本当にありがとうとか使うっていうエネルギーよりかは、全然使ってまた入ってくるからって思える方はね、今後はそれで言っていいんですけれども、結構このカードだとないって投影して、ないものが返ってきてるように聞こえてくるんですね。そのエネルギーをこうなんか宇宙銀行とつながって、私には必要な分入ってくることになってるんだと思っていただきたいそうです。今日なんかもうそう思うことでお金の流れが良くなりますと聞こえてきましたよね。そう、違うフェーズにっていうか、別フェーズにっていう、こうパラレルワールドじゃないですけど、別フェーズに入っていくって聞こえてきてるので、ご自分のその今までの思考でね、こうなくなるっていう感じを少し手放すためにも、そのなくなるとかこうお金とか人間関係全てこう寂しいとかなくなるとか不安っていうのも、瞑想することによって、ご自分のこう本当の自分に帰っていくと、すごくいっぱい持ってなくても幸せなんだっていう気持ちになっていきますよと伝えてきてくれました。私もでもそう思ってます。瞑想するのを結構勧めてるのは、すごく多く持っていない自分っていうのに罪悪感とか恐れとか感じていたんですけれども、そういうことではないというかね、その多く持っているかどうかよりも、その心がその多く持っているというところに、多くってどのくらいっていう風になってしまうんですけど、そこにフォーカス、たくさん持ってないとっていうことにフォーカスしていると、たくさん持ってないっていうところに意識がいってたっていうところですよね。ですのでこうもう十分に今生活できている日常の幸せというところに目を向けて瞑想してみる、っていうふうに伝わってきてますね。最初ね、そこ金銭のところってなかなかこう今あるっていうところに目を向けるっていうのが腑に
こうねワークとかで腑には落ちてるんですけど、これ人間関係です、申し訳ないです。腑には落ちてるワークとかやって話を聞いてもう分かってるんだけれども、なんか腑に落ちてないというかね、そういうところにいらっしゃるかなっていう感じです。はい、人間関係、そうですね、結構がんじがらめに自分がしてたけれども、なんでこんなに自分で自分を苦しめたんだっていうところに気づいて、自己統合、されていくんですね。大丈夫だよと、自分ってそんなに無理やり頑張らなくても大丈夫じゃんみたいな風に感じられると伝えてきてくれていて、ご自分が今まで頑張っていった自分と本当の自分と、心の声を聞いていける週になっていきます。ですね、今までは本当に誰かに嫌われたりしたくなくて、このがんじがらめのねいろんなものにつながれているような、ただそれが何でかこう無意識下で起こっていることなので、よくそのつながれている感覚もなくなってしまっている方もいらっしゃると思いますね。ただ息苦しいっていうかね、生きていくのがなんか苦しいっていう方にこのカード出やすいんですけど、その自分がねその無意識下で何かに縛られている、良い母、良いママ、良い母もママもしか、良い母、良い親、良いパート、恋人、良い、上司、いろんな良いこうしなければいけないというところで自分が縛られていたということに気づいて、そこまでしなくてもいいんじゃないかと思えるようになってくる。ただそれをするときに今週ねすごく何かで楽しんだことによってそうなっていきますよって聞こえてきてるので、何かねイベントとか計画されている方であれば本当にそれを楽しむことだけに集中する、なんでしょう、雨が降ってても楽しいみたいな、それくらい笑えるような感情、何があっても楽しんでみる週で、楽しめる週ですよということでも伝えてきてくれてるので、楽しんでください。とにかく楽しむことによって、すごい大笑いしてた時に急になんで自分こんなに頑張ってたんだろう、本当のところってどうなんだろうという、その自己統合の前兆、心の声が聞こえる週となります。すごくその楽しむっていうのはね、ただネットフィリックス見たりそのテレビ見てるだけでも、本読んでるだけでも降りてくるその直感みたいな言葉だったりするので、お外でね誰かとっていうことじゃなくてもそういった感覚得られると思います。そのことによってねすごく生きやすくなっていく、そうするとそれこそ本当にパラレルワールド、次のフェーズに入っていく状況ができてくる。そう結構お仕事のそのインスピレーション、家族から来ますよって来てるので、今まで家族と近くにいなくても、ね、思い出たどってみるとか、ちっちゃい時のことを思い出してみるっていうのも今週いいようですね。で今回この選択肢のカードもすごく心情の道という、ちょっと始まる前に今回は調べてみたんですけれども、あなたのガイドがあなたをその自分が信じている道、あなたのガイドがちゃんとガイドが道を導いてくれてますよっていうふうに今日は伝わってきてますね。こういろんな道、いろんな今までの経験があなた様を導いてくれているので、
不安になることはありませんよと、ただ瞑想してみてくださいとは聞こえてきます。その不安、本当に瞑想して自分自身にこう光っていうかね、自分自身とつながった時っていうのが何の不安もなくて、本当にただここに生きているだけで幸せと思えるんですね。そういった感覚を味わってほしいようです。もし時間ある方、少し1回でも2回でもね、毎日じゃなくてもちょっと試していただければなと思います。はい。で、何を歌っちゃったうちにここからね。今回どっちかっていうと恋愛っていう感じでもないんですよね。そう、あなた様自身をこう癒していく週っていう感じです。ですので人間関係も本当に人間関係、ご自分との対ご自分っていう感じです。でもこれ恋愛じゃない感じもするけど、ツインのカードなんだよ。ツインのカードなので1枚引いていきますね。ツインのカードが出ていて、恋愛がちょっと止まってるんですね。ですのでそう、ご自分を癒すの優先的に瞑想してくださいってやっぱり言われてますね。ご自分自身とのそう、自分を本当に癒してくださいって。たとえね、海の中の島、一つのちっちゃい島にあなた様がいたとしても、一人ぼっちだとしても、こう先ほど言った私が言ったその瞑想して今ここがとても幸せだと感じられるようになってくると、一人っていう感覚もあんまりなくなるんですね。こう自分と自分自身の声がつながるっていう感覚が本当に誰かと一緒にいなくても幸せなんですね。そういった感覚を今週瞑想することによって得られるということを感じ取れるような週になっていくと思います。きっと恋愛がね今ちょっと止まっていて、苦しい方もいらっしゃると思いますし、もし苦しくないよという方であっても、ご自分の心と向き合うことによって自己統合ができる週になってくるので、さらに恋愛のその見方っていうかね、相手から愛情をもらってるんじゃなくて自分自身の心で満たされた恋愛をしていくというふうに感じられる、ですのでこう自分一人でいてもみんなと楽しんでるような感覚まではいかないかな。そこまでは大げさかもしれないですね。そこまでは大げさって言われましたよね。すいません、ごめんなさい。そう一人でいても楽しめるあなた様になった時に恋愛も動いていきますし、ということでございます。はい、仕事も売れていくので循環していくと思いますし、統合っていうのがね、もちろん仕事の流れも良くなるので、自分をね癒していく、そんな1週間。パラレルワールドがね変わる、フレーズも変わるですの世界にあなた様は飛んでいけますよと伝えてきてくれています。はい、今週は結構こう自分のね心が変わることによって、自分って違う世界を見れるんだっていう素敵な週になると思いますので楽しみにしていてください。はい、それでは水晶さんのリーディング以上でございます。あ、間違った、今週ご縁のある方ですね。はい。また双子座さんどうなってんの？さっきも双子座さんって言ったぜ。青し座さん。
はい、ということでイニシャル、これは恋愛仕事上のパートナー、いろんな方出会うご縁のある方ですね。はい、ということでこちらがT さんと T さんと T さんは田中さんとか田口さんとか名前が出てこないんだ。高子さんとか、これは P さん。P さんってコンさん、ちょっと外国人っぽいですけど、はい、 P さんです。はい、では今週も楽しい1週間をお過ごしください。はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。水晶さんのリーディングは以上でございます。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではアパタイトさんのリーディングしていきたいと思います。11月6日から12日までの週間リーディングです。早い。これはお仕事でございます。ちょっと流れが止まってる、ゆっくりすぎて焦ってるところからの祈りですね。そうですね、年度末に向かって多分焦っていたんですけれども、焦っていても結果は一緒ということに気づくというかね、こう自分らしく前に進んでいった方がこうヒントがやってくるというようなカードがというふうに伝わってきます。すごく頑張り屋さんで急いでいらっしゃる、年度末に向けてという方もいれば、集客に焦ったりとかね、いろんな作業しなくてはとか仕事こなさなくてはっていう思いがすごく強いようですね。一旦疲れた時には瞑想してお休みしてくださいと、そのことによって次のヒントがやってきますと伝わってきてますね。11月結構焦りますよね。なんかこう年度末終わる、そういう感覚、年度が終わるっていう、その街も騒がしくっていうかね、ハロウィンからこう流れ的にイベント的にもね、クリスマスまでにとかね、ただそのご自分がやってきたことっていうのの成果っていうのは必ず出ると伝わってきていますので、そうですね、もう花はあるので、なんかもう一枚欲しいな。どれ？2枚出てきた。あなた様のその抱いている夢っていうのは叶っていくし、広がっていきますよと伝わってきましたね。降りてきましたね。今もう始まってます。目に見えてないけれど方でも、そのクリエイティブな仕事だったり今している仕事っていうのは、描いている夢っていうのは始まって広がっていきますって聞こえてきましたね。これもあなた自身はもう知ってらっしゃるので、それを思いついたことを書き留めてくださいって書いてますね。
メモする習慣がある方なのかな。なんかこうちょっと書き留めて進んでみてくださいって聞こえてきますね。今週はなので今週このカードもね、新しいページをめくるっていうカードなんですね。すごくないですね。なんかこうね、こう自分が思い描いていたページをめくっていくことになると思うんですけれども、そのきっかけになる週です。まだちょっとゆっくり進んでてもいいのに、すごく急いでいらっしゃった方が多かったと思うんですけれども、急ぐことよりも新しいページはもう開かれているので、少し瞑想してご自分の心にあるその思い描いているものだったりヒント、降りていることに目を向けてみてくださいって聞こえてきてますね。そのことによって、なんか祝杯をあげてるんですよね。なんか祝杯が上がりますよって言ってるんですよね。なんか流れもすごく良くなるしって。ですので急ぎすぎているなと感じられて、アパタイトさんの中でね、ちょっと自分で焦っている、方が少しスローダウンしてみてはいかがかというお知らせでございました。そのことによってね、次のフェーズなんでしょうね、すごく夢がね始まって、アパタイトさんが描いている夢が始まっていく瞬間にいらっしゃるということです。今週ね、マヤ暦でも白い犬っていう週間13日間が始まるんですけど、なんか家族のような愛って今聞こえてきたんですね。これ次お金いきますね。変動、イリュージョン、その幻想的なところ、なんて言うんでしょう、自分が叶わないと思っていること、幻想的なことが叶っていきますよってきてますね。自分を壊してと、その自分ができないと思っていらっしゃるので、自分ができないっていう現象が来てるけれども、実は目に見えていないけれども、もう次あなた様の夢、アパタイトさんの夢はもう叶っていくところに水面下では起こってますよということです。そっか。なのでこの人間関係も動いていくと思いますね。なんかご自分に一枚壁とかね、自分できないと思っていることがあった方、新しいページがもう開かれていく瞬間にいるっていうことを感じるような、そのことによってお金の流れもね、これは今度人間関係ね、お金の流れがお金のことも、例えば自分はこんなにお金を受け取っていくっていう、例えばね、金銭的にどのぐらい欲しいとかっていうのを望んだとして、まさかなとか、絶対自分なんてもらえないよなとかって思ってると、そういう感情が来ますよって、自分にはできないと思っているというふうに伝わってきてるんですね。ただ夢は結構幻想的なのは時々思ってらっしゃる。このぐらい欲しいなとか、こうなったらいいなっていうのは時々思っている。でも自分にはできないと思っている。その心、一旦思考を一旦壊してください。伝わってきてますね。そのことによって金運が
格段に上がりますってこのアパタイトさんには声が来ましたね。自分が自分で制限をしていますっていう。そう人間関係もちょっとやりすぎているって聞こえてきてるので、何かこうお相手様に尽くしすぎていたりすることをやめて、流れに身を任せてください。あなたはどんな状況でも愛される人間だということを、人だとあなた様はどんな状況であっても愛されているんですよと、愛される方なんですよ。何かやりすぎてませんかって伝わってきますね。ですのでこれも恋愛会、仕事関係でも仕事の人間関係でもどこかで好かれようと寄せていくっていうその感覚っていうのはみんな持ってるのでね、そこをなんでしょうね、好かれようと、それも無意識でね行っていることだったりするので、これもなんかお相手様ともちょっと距離あるんですね。ただ過去世からやっぱりつながっている方もいて、やりすぎを手放して、流れに身を任せることによって、その人間関係、お空から自分が俯瞰してみたときに、これまたなんか聞こえてくるのが、自分は、こうしないと愛されないと感じて、仕事も必要だと人に思ってもらわないとこの職場に入れないとかね、思っている、けれどもここアドバイスというかそこまで大それたものではないんですが、そう思ってらっしゃるかもしれないんですけれども、これどうかあなた様がくつろぐことでみんながくつろぐ空間、あなた様が無理して笑ったり寄せていかないと、本当の自分の心で接すると周りの人もそうなっていきますので、ご自分が思っている以上にそのままの自分で愛されるっていうことに気づいていかれる週、やりすぎていた、頑張りすぎていたということに気づいていく週となります。その目の前に起きている望まない現実とかね、それを恋愛もですね、そのちょっと距離がある恋愛関係だったりとか、過去世からの方もいらっしゃるので、恋愛とか、魂の学び的なところでちょっと苦しんでいらっしゃる方も、ご自分の価値、ご自分の価値を、に気づく週ですね。みんなトマトかな、リンゴかな、でもリンゴかな、みかん1個だけある。みかんさんが別にリンゴにならなくてもいいんですよって、あなた様はあなた様のままで、お外に飛び出していくことで、みんなが寄ってきてくれますよと。逆にリンゴに無理してなると、ヒューっていなくなっちゃうって言ったら変ですけど、無理して人に寄せていくと、最終的に自分が飲まれちゃいますよと聞こえてきましたね。
波にね、今その生きているところで何のために自分はその生きてるんだろうみたいに考える時もあると思うんですけれども、それは誰かに好かれるために生きてるわけではないんですね。ご自分がご自分を楽しむために生きてる。それを壊すことによってお金の流れ、お金なんですけれども全部ですよね。自分が描いているものが全て叶っていきますよと。理想的な自分の人生っていうのは自分が望めば手に入るんですよと。その新しいページを今週掴むことができます。愛が、ここには書いてある愛があなた様を充電していきます。それは自己愛です。自分を愛することであなた様は、自分にエネルギーを灯し、仕事でも素敵な新しい、結構アパタスさんは新しい人生をもう目の前、本当そこまで水面下で来ているので、仕事の夢、お金の夢、恋愛もね、その過去世からの方とのつながり、まだ出会ってないという方もそういう方が今来ますよと。ちょっと離れている方、まだパートナーと出会ってない方も今来ますよと。ただもう出会っている方はやりすぎてるから、少しね気を抜くっていうかね、手を抜くっていうか、ご自分の心に従うことでもっといい恋愛ができますよと。とにかくなんか新しい人生の始まりですね、今週アパタイトさん。ゆっくりくつろいでても素敵な新しい人生を歩んでもいいんですよ。あなたはそのままで愛されていいんです。そのままのあなたで人生を歩んでいいんですと聞こえてきております。はい、では今日もちょっと見切れてますかね。ではアパタイトさんのリーディング以上で違いますね。今週ご縁のある方、今週ご縁のある方、はい、獅子座さん、いて座さん、イニシャルはこれだ、これとこれだ、タラタラー、タラララ、今週のご縁のあるイニシャルはダラララーン、Eさん。Eさんは江戸さん、江戸さん、海老名さんとかね、英二さん、栄太郎さん、英吾さん、これはHさんですね。長谷さんとか花さん、私ですね自分で言ってるっていうね。はい、そんな感じでご縁のある方出したね。なんか忘れてないですか？はい、私もね、今週も素敵な1週間をお過ごしください。とにかく新しいページが始まります。はい、新しいパラレルワールドへ飛んでいきましょう。今週も楽しんで過ごしましょう。それでは今週の最後まで、今日何言ってるか分かんなくなっちゃった。それでは今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。アパタイトさんのリーディングは以上でございます。次の動画でお会いしましょう。花でした。